始まったんだけど、まあ、まず乾杯。乾杯まあ今日は私サントリーさんの東京クラフト、もうちょっと大きい声。これが一番いいんじゃないかなと思ってます。それ好きだよね、渡るさん。ちゃんとなんかペールエールっぽいこう苦味とかねあるんで、最近はこっちかな。すんごい甘い匂いする。それはノンアルだから、ね。これはね、ノンアルコールドリンク、渡るさんが今日買ってくれたアサヒさんのやつだよ。完熟リンゴ。でもカロリーゼロ、糖類ゼロ。ほんとかって感じだけど。おつむみ。乾杯。はい。まあミタールがね、静まったんあ、で。悪くない。本日のおつまみこちらです。このおじさんのポップコーン、アメリカに行ったことがある人はみんな見たことあるかもしれないけど、これがどういう名前でなのかとかあんま気にしたことなかったけど、オーブヨ。It's a popcorn time. It's a popcorn time. なんでこれ日本で製品化されてるんだろうな。ほら、フライパンのさ、あフライパンアルミホイルのとかあやつね。るじゃん。確かに。あれバターは別に入ってなくて、確かに。なんであれがあるんだけどこれらがないんだ。これすごいよね。このさ、この厚みすごくない？紙だけどさ、中でちゃんとね。あ、そうで、これからこの晩酌タイムっていうのをまあゆるくとってあんまり編集せずにポッと出していこうかな。晩酌シリーズで面白くなかったらやめようかなと思ってます。大丈夫そんなんで。なんで？あなたの言葉遣いとか言大丈夫葉選び大丈夫。とかまた、私たち2人のこのデコボコな感じをうん、なんかこうそのままお届けするというコーナーでございます。でかつすごい今日もみたりちゃんは優秀で7時半には寝てくれたので、今日ほぼ何もしてないよ私。こうやってトン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 ぐらいで寝た。いや太鼓じゃねえよっよっってなった。まあまあミタールはねよく寝てくれる子なんで良いかなと。この時間をすごく最近大切にしたいなと思ってて、2人で YouTube 見たりとか、いろんな自分たちの時間にしてるんだけど、なんか週に1回はこうトピック決めて、トピックを決めて、もう全然ダラダラした感じにならないじゃんそれ。さすがにさ YouTube に出すからさ、例えば今週は母の日とかさ、で母の日だから全般的にもう何ヶ月やってみてさ、うわ母ってやっぱ偉大なんだなって思う瞬間がいっぱいあったと思うんだけど、だからそんなそれ一つ一つっていうともっとこう日常の中で感じる。でもさ、偉大だなって尊敬っていうよりもありがとうっていう気持ちがめちゃくちゃ芽生えたの。感謝ね。なんか尊敬っていうのはなんか正直ね、もうすでにしてるし、日頃からね、だしなんか、自分も母になったから、でまた全然違う人生を歩むので時代も違うし、だからそんなになんかママがやってきたことが全部合ってるとか正しいとか素敵って全部っていうふうにはあんま思ってないくて、なんだけど本当にありがとうってなんか今まで全然感謝をしてこれなかった。でもこんな風にしてくれてたのって大人になってからのさ、それは中学校行って私さんの中学生は分かんないけど、その部活動送ってくれてとかもう感謝することを覚えてる限りではあるけど、こんな昔に遡って感謝したことないじゃん。0歳の時私のおむつ替えてくれてありがとうって言えなかったでしょ。何その場で言ったらかなり怖い言えないかったわけじゃん。だから少なくともその私たちが覚えてない分ママに感謝したことってなかったんだなって思ったら、ほんと感謝しなきゃって。何前に電話してまあおむつ替えてくれたのありがとうって電話すんのそうじゃない。でもそれをすごい気づかされたの。こう無償の愛っていうのはこういうことなのかな、腑に落ちた。
ことによって自分もそれを受けてたんだということが初めて理解できた。奈良さんは？何？俺ずっと母には感謝だ。まあ父もそうだけど。別になんかこの母の日っていうのはその1年に1回絶対思い出させるための日じゃん。まあ別になんか改めてみたいなことは全然ないんだけど、まあ、そもそも俺が母親になったわけじゃないから父親になっただけの話だから、まあちょっと母の日っていう文脈がちょっと違うけど、相変わらず偉大だし、常にね、まあいろいろ結婚する前は俺このままなんかもう独身で死ぬんだと思ってたからさ。でまあうちほら姉のところはもう家族いて、ね、もう大きくなって大学生にもなるような子もいるけど、それから考えたら別にその孫を見せなきゃいけなかったっていう風なとかってあんま思ってなかったから、まあ孫ができて、まあ彼女のハッピーな顔がまた見れてよかったなーぐらいな感じは思ってるけどね。それからその自分のお母さんたちにしてほしいこと。旅行。それは両サイドこっちも会ってほしいけど、姉のところにももっと会いに行けるようになるとかっていう、外にもっと出かけるなんか行動ができるような環境だったりとか、あと気持ち、まあ言うてもさっき言ったみたいに、まあ緑のところのお母さんとまた年齢もちょっと違うし、でもまあ旅行は好きだしね、だから引っ張り出してあげるのがいいかなと思ってはいる。こうやってまあ、孫ができて家族が増えたことで、まあ、そういうきっかけになったらいいなとは思うね。だから別に子供を産むこと自体が親孝行では絶対ないと思うんだけど、記憶がない期間のこともこんなことしてくれてたんだって自分がすることによって分かって感謝しようって思ったっていうのもそうなんだけど、なんか単純にまあ発見が多かったなっていうことではあるよね。子供を産んだことによってそういう発見もできたし、そのきっかけ、親孝行っていうとなんかあれだけど、その連れ出してあげるきっかけも増えたなとは思うね、結果として。ちょっとミタルが割れてる感じがするんだけど、多分大丈夫、これは大丈夫だね。まあだから母には感謝っていうのは変わりませんが、まあ緑がどういうふうに思ってんのかなっていうの。だって緑なんてもうマイキャリアだし、マイライフが強かったじゃん。でまあ当然マイライフに優先順位が高い子が生まれて、でなった時にこう母親の気持ちとか母親がお伝えしたかったこととかっていうメッセージが今になって分かるとかあるのかなと思っただけ。誰に伝えたメッセージ？だから雅子さんがずっと言い続けてきたようなこととかで、私は意見違うとか思ってたけど、今となって考えればあのメッセージが今は刺さるとかあるのかなとか。だからその女である前に母であるって言ってたママの言葉はめっちゃ理解だなと思うよ。女の前に母であるまさここに出てるね。出てる。だからこれは正直女性にしか感じられないことだと確かにね、それはちょっと難しい思うわ。本当にこう渡さんの前で言うのはあれだけど、やっぱり2人の時間もすごい大事だし、渡さんともラブラブしたいけど、でもやっぱみたるちゃんが一番大事だよね、今の私には。本当にね、びっくりするぐらいマインドセットが変わってるの。俺毎回こうやって持ってんだけど、もう一個持ってきて。いやこれ本当にさ、糖質ゼロなんていうぐらい甘い。それは糖がないだけであって人工甘味は入ってるでしょ。これ良くないやつや。やっぱ子供が生き残れるんだったら自分の命は本当に惜しくないかもっていうのは、こんだけしか一緒に生きてない生き物に対して思うってすごいことじゃない。だから選択肢がもし2つあったら確かに娘を優先するんだろうけど、
もし私がみたるちゃんかってなったら必ずみたるちゃんを選んだね。うん、でも0.00001 秒までどっちも助ける方を考えるね。0.001 そんなスパッてはいここだけって確実とかじゃない。なんかそれ 99% 見たるだけが助かるパターンと 60% 両方助かるから 60% やる俺多分。リスク取って。絶対2人助ける。60% を 70% する方法を考える。その意思決定っていうかそのなんかチョイスしたことになんか後悔しか残させたくないから。なんで起きてもないのにこんななんかこう悲しい気持ちになるの。いやだから自分に優先するっていうか、じゃあね、今こうなってるわけよ。だから見たる、緑、俺で間にルパンみたいな。いやどういうこと？ルパンどこ今？俺とそもそもみんな大事だね。みんな大事。この今のこの境界線めちゃもう狭いところの話ね。狭いところの話してるけど、ルパンやっぱ置いていけないかな今な。いやー、ルパンを置いてくはマジで絶対ないなって死ぬ時に。何の話してんねんこれ。だから母の強さってやつだけど本来はね。でも母の強さに方が頼られることがやっぱ強いよ。父も大事ね。でも父と母の逆だ。父と母の状況になったら母親の方がやっぱ存在感が強いと思うし、そうなってきた時に俺の優先順位が一番下だよね。自分でやるから最後。家族としてはね。でもそれは普通って感じ。別にどの父親もそうだと思ってるよ。自分の優先順位が低くて、なぜなら自分が一番助けれるし、自分のことは自分で最後に何とかできる人だし、力的にもね、力的にね。だけど、だから別に母親と息子たちを先に助けるって普通の発想だと思うよね。そうお母さんつながりでさ、今日高校の友達とさランチしたじゃん私。そうね、知らんけど今日そう高校の友達とランチで、彼女も最近この2年前とかに結婚して、ですっごい覚えてるの。私がベータに転職するぐらい彼女も大手町で働いてたからさ当時で、よくランチとかさ夜ご飯食べてたので、その時に2人とも子供がそこまで好きじゃないっていう人たちだったのよ。それは、今となってはなんでだったんだろうって思うんだけど、なんかその他の他人のさお子様を見ても可愛いと思うんだけど、なんか欲しいというか自分のっていう感じだったわけよずっと。でかつその時当時なんか結婚してもそういう子供はねなんかねみたいな感じでいつも話してた。子供欲しいと思ったことないんだよねあんまりみたいな話をそのことしてたのを覚えてて、で彼女もその時は独身だったけど今結婚して、私なんてスピードで結婚してさ子供ができて久しぶりに会って。なんか変な感じだねみたいな話を今日してて、その友達はもう結構今その落ち着いた企業っていうか昔は結構激動な会社で働いてたんだけどさ、営業でバリバリでみたいな感じで、今はなんていうの結構その落ち着いた環境の会社もちゃんとしてるし、なんか産休育休とかもちゃんとホワイトに取れますみたいな感じの会社にいるから、彼女のその周りのインフラ的にはもう今だったら絶対いい環境で産むにっていう感じの住んでる場所もさ、なんだけどなんかその子供を産んだことによってなんか自分とその旦那さんの関係が変わっちゃうんじゃないかとか、なんかそういうのが拭えないまま産んでいいんだっけみたいな、その本当にめちゃくちゃ欲しいI am ready っていうんじゃないと子供って作っちゃいけないんじゃないかなって思うんだよねって言ってて、私と全く同じこと思ってるわと思ったの。でも私もそんなふわっとした感じだったけど、どっちかというと渡さんの年齢だよね。年齢があったから家族が欲しいんだったらトライしてもいいんじゃないと思ったし、できたらハッピーだなとは思ってた。ちょっと待って、俺の年齢何？俺はジジイだと言っているそれは。いやすごい私が
のが言ってた感じ、結婚した後に話してた感じにすごく似てるなと思ったんで、そこで思ったのがさ、前から言ってるけどさ、世の中的に子供ができたらキャリアが止まるとかさ、子供ができたらマイナスなことこれのネガティブキャンペーンめっちゃあるなと思ったの。少なくとも私はそう感じてたし、知らない間にそういうふうに思ってた。はい。寝てんのね。いや、いろんな話したけど、まあそのね生まれる前まではそういう不安とか、その今日の友達が言ったみたいなこともすごく理解できたし、世の中的にこう生まれることでネガティブなサイドもあるよみたいな、ネガティブキャンペーンみたいなのがあったなぁと今感じたっていうお話でした。さ、晩酌だから。リラックス、it's okay。はい。で、ちょうど泣いたから、そう閉めて。こんな感じでちょっとダラダラとトピック決めて晩酌していきたいなと。トピック決めんの？決めないとやっぱさ、こうタイトルつけれんからさ、YouTube。でも、サントリーさんありがとうございました。美味しいお酒でした。これつくよ、スポンサー。いつでもお待ちしております。Alright, thank you guys for joining tonight. チャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。誰のがね、YouTuber。まあ、ニーズがあれば別にもう俺本当にニーズあんのこの晩酌なんて。ちょっとwe'll see. We'll see. Thank you. Good night.